どうも、天田四郎です。Adobe Premiere Elements 2020。今回は、Premiere Elements を使って YouTube のサムネイルを簡単に作る方法について話していきたいと思います。今回の要点を2つ天田で紹介します。Premiere Elements を使ってサムネを作る方法を2つ紹介します。1つは、作成している動画の特定シーンを選んで画像として書き出してサムネイルにする方法です。もう一つの方法は、新たに写真や動画をタイムラインに配置してサムネイルを作成する方法です。この2つの方法を紹介する前に、YouTube で動画をアップした際にサムネイルを登録する方法等についてちょっと話したいと思います。まず動画を上げる際はですね、この自分のチャンネルの、YouTube のチャンネルでですね、このプラスっていうところを動画または、投稿を作成っていうところですね、押すとこのビデオのマークのところですね、動画アップロードっていうのがありますので、そこをクリックしてください。そうすると動画をアップロードできる画面ができますので、このファイルを選択を押すか、それとも自分のですね、もう入れたいものを用意しておいてですね、フォルダをですね、でここにドラッグ&ドロップすると、アップロードが始まります。じゃあ適当な動画をここにドラッグ&ドロップしてアップロードしてみたいと思います。そうするとこの画面が出てきますので、詳細画面というのが出てきますので、ここにですね、ここのところにサムネイルっていうのを下の中段ぐらいにですねありますので、その中でアップロードされると適当にこの自動でですね、動画の中の一部分を切り取ったやつがですね3つ表示されるんですよね。でそのサムネイルを選べば、自分の上げた動画のいろいろとこう出ますんで、今出ましたね。3つ出てきましたけど、これじゃ何にもサムネイルと言っても、何が何だかわからないので、結局サムネイルが重要にクリックしてもらうにはですね、サムネイルが重要になりますので、先ほどっていうか用意したサムネイル、自分で作ったサムネイルをドラッグ&ドロップしてこのところに持ってっていただくと、このまま自分の作ったサムネイルがこのサムネイルが採用されるようになります。この他にこう自動でやったやつもクリックすればそのままサムネイルとして採用されますので、こっちでいいやつがあればそのまま自動で作成されたものをやればいいんですが、大体がちょっとうまい具合に自動で作成したのはあまりよろしくないっていうか、あまりインパクトがないんですね。自分で作ってサムネイルを用意したやつをここに採用した方がクリックされやすくなると思います。私のこのサムネイルがいいかどうかっていうのはまた別問題なんですけども、自分で作ったやつやった方が、納得がいくサムネイルになってですね、皆さんクリックしてくれるかもしれませんよね。以上がこのサムネイルのやり方ですねを説明しました。あとサムネイルの画像サイズと解像度ということで YouTube のヘルプにですね、動画のサムネイルを追加するという項目があるんですが、そこに載っていまして、解像度が 1280×720 ピクセル、アップロードする画像ファイル形式が JPEG、GIF、GMP、PNG、画像サイズは2メガビット以下、アスペクト比ができるだけ16対9を使用すると書かれています。この点に注意してプレミアエレメンツでサムネイルを作成していきます。私の今使っているサムネはですね、だいたいこの動画を作ってるところですね、ここの動画を紹介する題名のところを切り取って使っております。この動画ですね、
この一部分をこれを動かしてですね、切り出して使えそうなところをですね、切り出してサムネイルに使っています。私はだいたいここの部分をサムネに使って YouTube にアップしています。で、前にもですね、動画で説明したことがあると思うんですが、この部分をですね、切り出して保存する機能がプレミアエレメンツにはありますので、それをちょっともう一度説明してみたいと思います。まずですね、自分がサムネを使いたいサムネイルの場所を決めてですね、右上の方に書き出しと共有とありますので、そこをクリックしてください。そしたらですね、ここの選べるクイック書き出しデバイス、ディスク、オンライン、オーディオ、画像とありますので、この画像をクリックしてください。そして解像度というところですね、を、HD の720にしてください。これを選択してください。720ですね。サムネの推奨、YouTube でサムネの推奨は先ほど説明した通りですね。1280×720 の解像度を使ってくださいということでしたので、これを選択してください。そして、形式はこれ JPEG ですね。JPEG に最初から多分なっていますので、JPEG で OK だと思います。画質は中くらいでこのまま使ってみたいと思います。私はもうほとんど後のなんていうんですかね、細かい設定はしませんです。このまま HD の720で書き出してYouTube にアップしていますので、このままの設定で、いいと思います。そしてファイル名はご自分でファイル名を書いて、保存先も自分のところですね、保存したいところに保存して、この右側にある保存を押していただくとサムネが完成しますので、これが完成した出力のプレビューになりますので、それでフォルダを開くと、このサムネがですね、フォルダに入っていますので、これを使って YouTube にアップしてください。以上が動画の1シーンを使ったサムネイルの作成です。次は動画ではなく、自分でこの Adobe のプレミアエレメンツを使ってサムネイルを作る方法をやっていきたいと思います。まず使用したい土台の画像をですね、タイムラインに配置します。そうするとタイムラインにこの画像ですね、富士山の画像をちょっと使ってですね、このシーンをですねサムネにしたいと思います。ここまでこの富士山のシーンをサムネに使っていきたいと思います。この辺をちょっとサムネにしたい。で、字を入れたいときはですね、この字をテキストを追加を押していただいて、このタイトルいろいろありますので、このタイトルを使ったりまた普通に入れてもいいので、こういうところを使ってですね、なんかいいのがあればこんなものをこれ適当にこれを選んで You are なんとかっていうのをちょっとタイムラインに配置します。そうするとこのまま配置されますので、こんな感じで一応字はこう配置されましたんで、あとはテキストをですね変えたりとかなんかですね、ちょっとひらがなローマ字になっちゃいましたが、ここでサムネとかですね、いろいろこの編集して色を変えたりですね、こんな感じで色を変えたりして自分でこのサムネができますので、それとかですね字を入れたりですね、まずあとはですね、なんかこういうマークですね、勝手にこう入れて、ここにですねこのように入れて、こんな感じで図を入れたりしてですね、
こういうやりながら自分で、普通のお絵描きソフトとかそういうフォトショップがなければこれでもですね、いろいろなサムネができますので、プレミアエレメンツだけでサムネができますので、わざわざ買う必要もないですよね。これをですね、下が見えなくなっちゃったんで、これをあれですね、下が見えないとあれなんで、不等度を変えてこのように見えるようにしたりですね、こんな感じで作ったりして、自分でちょっと適当なあれなんで失敗しちゃってますけども、こんな感じで、自分でサムネなんていうのはですね、このプレミアエレメンツ使えば簡単にできますので、そして先ほど説明したように書き出しでですね、このまま先ほどの要領で書き出せばこのままサムネとして使えますので、わざわざ写真ソフトとかそういうものを使わなくても、このプレミアエレメンツだけでサムネを作ることができます。凝ったサムネはちょっと難しいかもしれませんが、簡単なこのくらいのサムネでしたら自分で作ってアップすることができます。以上、サムネの作成方法でした。ヘッポコ動画でもよかったらチャンネル登録よろしくね。それからついでにグッドボタンもよろしく。